雑談です。アバランチです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、夜ネタ撮りがありまして、陣内くんの YouTube の、ネタ撮りをやっておりました。まあ新ネタを含めいろいろやっておりましたんで、お楽しみね。しばらく休んでおりましたが、まだまだちょっとペースゆっくりねやっておりますが、あといろいろそうですね、やっておりましたが、もう今日は早速喋りたいことがありますんで行きましょうか。見ましたですわね。だからリアルタイムで見てなかったんですけども、アバランチね、最終回もうね、結末というか、率直な感想というか、もうこのハラセンラジオで僕が予想してたというか希望してたですね。もう予想というのも希望、こうなってほしいという通りの展開で、あまりにもちょっとそのまま過ぎちゃって何のひねりもなかったんですが、いやそれにしてもちょっと胸熱すぎる展開でしたね。まあ本当に最終的に総理がやってくれたっていうのはこれは嬉しかったし、本当にこう現実世界にこんなにもこうなんていうんですかね、揶揄したドラマもなかったろうと分かりやすくね、本当に担当直入に、もうこれは今このご時世を、本当に切っているような、で最後に、物語の内容的な細かい感想は言いますけども、本当にこれだけ最後それぞれのメンバーが一言ずつというか、総評というかを語るんですけども、リナが本当にね長いリナのセリフが本当に良かった。丸っぽ読みますね。長いこと私たちは行動することを忘れてたんだと思います。自分が動いても何も変わらないと私もそう思ってたけどと。ね、これ最後遠山ね、記者の、週刊毎朝の記者遠山がアバランチの本を出すのかな、あれをでアバランチのメンバーに取材してて、それぞれメンバーに話を聞いた時にリナが言ったことなんですけど、これ本当に選挙に行こうっていう話でもあるしとも取れるし、いや本当にこのままじゃ良くないなと思いつつも、周りに流されてというかね、同調圧力というのか、周りに流されてというのか、行動を起こさずにずっとおったけどっていうことですよ。でその後マッキーがね、たった一度ね、角度ね、たった一度でもこう角度を変えられたらその先は随分差がついていきますからっていうことですよ。本当になので何かなんていうんですかね、行動を起こせずにいることの方が多いけども、やっぱり一歩を踏み出すというかすることで世の中、自分自身も含めね、自分の将来であるとかなんていうんですかね、そういうこともその一歩を踏み出すことによって動き出すというかね、波風立ってないところでね、誰も石を投げなければその池に波紋は広がらないけれども、石をねポチャンと投げ入れればそれはやがて波紋となって広がっていくわけですよ。ジョジョのねメメタと一緒ですよ本当に。カエルもね、カエル飛び込む水の音っつって松尾芭蕉が読んでましたけど、そういうことですよと。いや本当に良かった、胸熱な展開で。しかしね、改めて良かったなと思ってアバランチ見終わった時に、いや待てよと、俺の予想通りじゃねえか、全然ひねりがなくて面白くない。だから僕は逆にアバランチが全員逮捕されてねやっぱり大山には
叶わなかったなっていう、そういう世界線も見てみたかったっていう意識はありますけど、その世界線がなんとこう現実で行われているというかね、って考えると、やっぱドラマだからってなっちゃうのも、本当にアバランチのような誰か動くやつね、それが誰かいないのかって言うんじゃなくて、お前が動けよっていう話だとは思いますけど、いや本当に素晴らしかった。でここから物語でどんな話だったかっていうと、藤田と対面してね、亡くなってたもんだと思ってた藤田が生きていたと。最初驚くんですが、藤田の目を見た時に羽生はいや、これはやっぱりね、最終的に撃たれたんですけど、命までは取られなかったことも含めて、藤田はやっぱりこうまだその正義というか、正義っていうのはねちょっとややこしいんでね、それぞれの正義がありますからね、正義と言ってしまえばですが、藤田にはまだその正しい心というか、そういうのが残ってるなって感じてて、で撃たれちゃってなんとか逃げ出すんですが、でマッキーとリナに助けられてロッジで再建を図るというか、今後どうしようかみたいなことで、とりあえず総理に会って話がしたいっていうんで、じゃあつって山森さんに連絡をしてね、総理に会いたいんだっつって、とりあえず今みんなロッジにいるからみんなちょっと話をしようかっつって、これ羽生電話の時に周りにね全員霧島も含め他のメンバーも西条くんと、それからそこに大山もいることを気づいてたのかな。スピーカーフォン、相手が山森さんがスピーカーフォンにしてるっていうのは気づいてたのかな、どうなんだろうかっていうところはありますけども、気づいてたんだろうなとは思うんですけども、電話をしてるシーンの時点ではこれ気づいてないのかな、どっちなんだろうなって感じだったんですけど、あれおそらく気づいてたというか、そこは警戒していたんだろうなって思いますね。で山森さんは山森さんで寝返ったふりをしてたっていうのは最後の方ね、目を見れば分かりますよ、山森さんね言ってましたけど、山森がうまかったねというかね、最終的に大山にどこからが、計算だったんですかって言われてましたけども、全てですね、めちゃくちゃかっこよかったね。でそんなこんなでロッジにこうみんな来るんですが、当然極東リサーチもついてきて、でそこで一騎打ちというか、それぞれが一騎打ちになるんですけども、ここで登場するのが内本さんの残していった爆弾ですよね。あれを仕掛けて爆発はしないんですけども、でそれぞれが1対1で対マンをしてね、それで勝負して勝って、で総理に会いに行くんだっつって、行くんですけども、その種明かしはドラマの中では後々されるんですけども、そのロッジで話してたのは、全員逮捕されて、で羽生は総理の暗殺実行犯として逮捕されて、でマッキーとリナは自首してくれっつって、でアバランチが捕まるっていうシナリオにしといて、で最終的に西条くんのお父さんの刑事部長が押収した武器を極東リサーチに横流ししてたっていうのをこう公表して、くれればアバランチ側に一気に、だから実はねアバランチがなんていうんですかね、正義のため、正義っていうとつってのために動いてたみたいなことにしようと。で最終的にその西条くんのお父さんにかかってるんですが、これが本当ギリギリまでこれどっちなんだってね、記者会見する直前の西条くんとお父さんとのね会話のシーンでもまだ分かんなかったんですけど、でパッとドアを開けてカチャカチャカチャっと記者会見が始まったらもうね全部
やってましたというわけですよ。でそれで大事件になって、それ時を同じくして総理が山盛じゃなくて大山の内閣官房副長官を更迭すると。でね、こうアバランチの思ってた通りにというか、僕が散々こうなってほしいなつって言ってた、ね、最後の主役は本当に西条君と記者遠山だよって言ってた、先週言ってた通りの展開になってね。でエンドロールが流れる前のラストカットは西条君でね、いやーかっこよかったね。でエンドロールが流れた後はこう車に乗り込んでどっかに行ってしまう羽生が映されたんですけど、でその遠山記者のね、週刊毎朝の記者が、アバランチとはどういったものだったんだっていう取材をそれぞれにして、最後みんなそれぞれいいセリフを言うんですが、冒頭僕がリナのこのセリフがかっこよかったって言ったようなセリフをみんなが言って、で最終的に山森さんに羽生さんはどうしてるんですかって言って、行方がわからないんでどうなってるんでしょうかって言ったんですが、これね、最後車乗って行ってしまいましたが、僕はね町工場でまた働いてんじゃないかなって思うんですけど、働いててほしいなっていうのと、町工場の娘さんねが最終回にも出てきてほしかったな。そこはこっちの想像で補っておけばいいから、そこをねこうあえて見せるのは野暮じゃないですかって感じで見せなかったのか。僕はでもね町工場の娘さんと羽生さんがこうくっついてほしいなとは思ってるんで、町工場で働いててくれるといいなと思って、いや本当に想像通りでしたけども、でも本当に大満足な面白いドラマでした。アバランチ今期本当ねベスト3には当然入りますよ。だからワンツーどっちかですよね。ワンは2クールやるからね、真犯人フラグの方に軍配が上がってしまうかもしれませんが、アバランチもこれいやワンクールだけで考えたら十分最愛がねちょっと僕ちょっと納得いかなかったんで、最愛よりも全然アバランチの方が良かったですね。だからワンツーですわ。本当に面白かったんで、ぜひ見逃し配信 TVer で、それから何ですかこれカンテレ動画であるんですよね。カンテレ制作なんで、よくねカンテレがやりましたよ。維新のお膝元でとかそういうことも含めて、いやこれは本当素晴らしかった。だからねいや面白かったアバランチ。ぜひ見逃し配信 TVer で、ご覧になってください。コントネジ工場ね、町工場は何を作ってたんだろうね。もしかしたら工場があれですよ、何でした池井戸潤のドラマのねとこだったりしたらとか言ったらね、そういう世界線もまた見てみたいと思いながら、いや本当に大満足なアバランチでした。ぜひご覧になって、見逃し配信ねください。あとね全話話してると思うんでね、アバランチに関してもこの間あれを何ですか真犯人フラグって俺ずっと何を言ってたんだろうなと思って、ずっとテロップつけてるんで、その原稿をねこう探してたら、真犯人フラグは2話だけ抜けてたんですよ。なんでアバランチはね多分全部言ってると思うんで、全部見直して、ぜひね僕のアバランチの原戦ラジオもぜひね振り返ってみて、いや俺はいつ気づいていたんだろうこの最終回をとかね、思いながらまた見てみたいと思います。それとあとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。